おはようございます。新藤きみこです。今日はですね、この、かりんの、目摘みというか切り戻し剪定をちょこっとやろうかなと思っています。はい。このかりんは多分、15年ぐらい経ってる木なんですけど、花とか実がついたところを見たことはないですね。そもそも未生から、実をつけようとすると、20年ぐらいかかるって言われているので、もう一息っていう感じなのかもしれないですけど、まだまだ時間はかかりそうですね。結構ちっちゃい木でも実はつくことはつくみたいですね。1歳かりんとかね、割と早く花芽を持つものはあります。でも展示会なんかですごいこれよりだいぶ小さい木でゴリゴリのブッって大きな実がついてるのがあって、すっごいなと思って飾った方に聞いたら、シド実の実だよって何ブスって突き刺してそういうの絶対ダメだよっていう考えの人もいると思うんですけど、いいんじゃないかなと。つかないですからね。そもそもかりんは花が咲いてもオス花とメス花別なので、相当花数がないと実はちょっとつきにくいですね。ましてやちょっとまだ花芽持ち始めた頃って乳性成熟っていうそういう性質がありますから、植物にはもう先にねオス花がたくさん咲いてメス花は10個のうちの1個か2個ぐらいしか咲かないとか、そういうこともあるんで、花が咲いたやつなんかは他にいくつかね地植えでも何でもいいからかりんの木があるとやっぱりつきやすいかなと。じゃあですね、これすぐ終わっちゃうんですけど、切り戻し剪定やります。はい、目摘みのタイミングはこの軸がやや硬くなってくる時期まで待った方がいいです。時期的には5月今時期から中旬ぐらいかな。ちょっとこの軸の部分が茶色っぽくなってくる感じ、そういう時期に、切り戻し剪定なり目押さえなりしたらいいと思います。目押さえする場合はもっと枝を太らせたいとか、そういう時にやります。切るんじゃなくてちょっと押さえてこういう風に曲をつけて枝として使いたい時にやりますね。はい。ちょっと針金を渡して、葉っぱがあるとね分かりにくいんですけど、こういう感じでちょっとゆるーくですね、針金を巻いていって、すいません、刃を巻き込まない、目とか潰さないようにこういう風にゆるくでいいので巻いて、こういう風に巻いたら根元のところをしっかり曲がるようにこういう風にちょっとこうやって曲げると、もうちょっとね厳しく曲げても今の時期は折りにくくて曲げやすいちょうどいい時期なので、結構ねちょっとしなり具合を見ながらぐっと曲げると、先っちょはどうせ使わなかったりするので曲げなくていいんですけど、根元のところをどういう風に作りたいかだけ考えてちょっとね押さえると。で結局枝を下げることによってこの枝自体の力が抑えられて元芽の弱い芽が守られて花芽を持ちやすくなるという考えですね。はい。で今回は目押さえしないんで切り戻ししかやらないので、これちょっと外しちゃいます。で剪定は簡単ですね。伸びても根元の節はそんなに伸びないので、だいたい葉を 2,3 枚残して切ります。こうやってこれでとりあえず切り戻し簡単に済みました。で花芽を持たせるポイントっていうか、私もまだ自分の木で鳴らせたことないんですけど、さっきみたいな途中枝には基本的に花芽はつかないですから、花芽持たせたいんだったらそういう枝を押さえて
中の方にあるこういう弱い芽なんかを育ててやると花芽に、成長することはあります。ね、やっぱり時間かかるんで、こういう伸ばして切る、抑えていくっていうのを何年か繰り返すと、だんだんね、花芽持ちやすくなるのかなと思います。はい。この後どんどんまた2番目伸びてくるので、それはまあ、さっきよりは少し短めの段階でまた摘んで、今度は小枝をね、増やしていくような感じですね。そうこうしてると、ここの節のところから結構プチプチと芽を持ち始めますから、その芽をね、大事にしていくと、中の方のこの辺なんか、節のところなんか芽を持ち始めると、形もできやすくなってくるかなと思います。できるだけ、もう実もの樹種ですから、実がつきやすいような実をつくことを目指して夢見てですね、やっていこうかなというところです。前回これカットパスタ貼っといたんですけど、カットパスタいいんですけど、ずっとね、こういうの貼っておくと、結構油ぎっしゅな、融合剤なんで、幹が結構真っ黒になっちゃうんですよね。まあ、傷は巻いてきてますね。ちょっとコップ足しとこう。で、これは当初の油かすですね。これに入れようかな。はい。ここにこう刺しときます。結構肥料がね好きな木なんで、植え替えの時なんかコップ混ぜとくといいかもしれないですね。足りないからここに刺しとこう。はい、今日はこれで終わりです。こっちが表か。ありがとうございました。